で覚えろ。いや、いる。おるな。でもこれは皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。夏といえばハモですね。というか夏といえばハモということになってきてしまいました。自分の記憶では5年より前はハモなんか見た覚えがありませんし、自分より10年以上先輩の人に聞いてもハモをそれ以前に見たことはないと言っていました。ほんの1990年代までは西日本のローカル魚だったらしいですけど、2017年頃には関東の料理店でも普通のものになってきているそうです。時々関東のスーパーなどにも並んでいて、急速に浸透してきているそうです。関東の方にも。2017年頃といえば自分がハモを見出した頃なので、それぐらいからやはり大量に取れ出したんでしょうね、こちらでも。で関東の方でも取られるようになって急速に浸透してきているのじゃないかなと思います。ですが93歳のおばあちゃんが言ってましたけど、その93歳のおばあちゃんが若い頃はハモはたくさんいたそうですね。でなんとその頃にはイイダコが少ない時があったようです。その話を聞いた時自分もびっくりしましたけど、今その寄島沖でもハモが多くなって急速に多くなってイイダコが急速に少なくなってます。もしかしたら何か関係があるのかもしれませんね。ということで今回はハモ漁に同行させていただきましたので、その様子をお届けしたいと思います。さてハモ大量なるかどうか。夕方5時に寄島を出発しています。チンコビは6時半かもう7時、下手すると7時前に出るんですけど、打たせは全員じゃないですけどチンコビよりみんな早いですね。大型船をかわしつつ1時間20分かけて漁場に到着いたしました。漁場に着いたので竿を振ります。竿25メーターだったかな。じゃあ24 4かな。4じゃった。この間日生の頃が10メーターじゃった。うん。なんかいろいろ竿もいろいろおるらしい。20メーターあ、20もおるらしい。そして準備ができましたので1番網を投入します。打たせはちょっとチンコビと違って潮なりにしか漕ぎませんから、寄島の人たちは潮なりに向かって網を入れます。現在下り潮に流れてるんで潮なりにつけるために西方向へ船を向けます。あれですね、やっぱりチンコビと違って打たせば装備がすごいんで、もう投入する時の音がめちゃめちゃ怖いですね。ぐるぐる回しているのはブレーキを締めています。あれでもこれ以上道具が出ないように調節しています。他にも底引き船がいます。 1.1 ノットおかしい。ああ、ほんまじゃほんまじゃほんまじゃ定まらんな。こっちはもう平均キロしとるよ。こっちは2.7 キロこれだろ。これでも1時間半。いや1時間ちょいかな。1時間ちょい。1900回転1800回転。ああ、メモリが2分1800回転。虫島と羽生島って言われる島の間を通していきます。この辺は砂地なんですよね。今いるところはちょっとダメなんですけど、だんだん砂地に向かってこぐ感じになります。キロでいうと 2.8 キロ。7時15分です。1時間こぎましたんで1番網を巻いています。まだ早いからハモはいないでしょうね。
込みと違って打たせはこの取り込む時ってももう柔道ですよね。あっちを引っ張りこっちを引っ張りで見ているだけでもなんか腰が痛くなりそうです。網が巻かれるのは迫力があります。この瞬間はだいぶ気をつけないといけませんね。巻き込まれたら大変です。まだ夜が暮れてないんでハモはいないでしょうけど、ちょっと何がいるのか見に行ってみましょう。もうおるんじゃないハモ。まだ明るいのに。夕方だけまだ名古屋風もおる。全く何もお魚は入ってないかと思ったんですけど、ちらほらなんかハモとかも見えてました。大蛇見えてます。大蛇噛まれてローリングサンダー食らったら大変ですよ、あれは。ただ大きければいいというもんではなくてですね、コルっていうのがありまして、中ぐらいがやっぱり一番キロ単価が高いですね。まだ暗くなってませんけどハモが見えています。タイも見えてますね。トビエ見えてますね。トビエあれが結構問題児ですね。一時めちゃくちゃ増えましたけど、その一時に比べてはちょっと減ったかもしれませんね、最近は。なんぼ 300g 以下はリリース300以下はリリースだそうです。ということで下袋は今確か5匹いたと思います。ハモ5匹です、今のところ。上袋の前に生け物を先に拾ってタイを拾って池間に行きます。最近タイはちょっと増えてきてますね。ちょっとというかかなり増えてきてます。わざわざ5時に出漁して日が暮れる前を漕ぐのはちょっと理由がありましてですね、早い方がベイカがいるそうです。ベイカはそっちに入った。ベイカがこれ結構相場がいいんですよね。やっぱそれ美味しいですからね。やっぱイカの中で一番美味しいんじゃないかと思いますけどね、自分が取るイカの中では。ユリが入っているそうです。ユリっていうのは小さいクラゲです。こうやって今ユリを抜いています。小さいクラゲ抜けていってます。ただイワシが刺さっとるかな。全国どこでもベイカっていうのかと思ってたら、これも呼び方が違うんですね、地域によって。上袋です。魚やハモも見えてますけど、一番網の狙いはベイカです。ベイカいますでしょうか。ハモもいますね。ベイカと一番網はベイカがメインですけど、ハモ数えてみましょう。先ほど下袋は5本でした。上袋は何匹いるでしょうか。1、2で分からん。ちょっとあまりにも分かりませんでしたので、もう一度スローで見てみましょう。1、2、3、4、5匹いますけど、1匹帰って、4匹ですね。4、間違いありません。そしてこれで5、1匹はリリースサイズだったので5です。で、6、7、全部で7匹。上袋は全部で7匹でした。これメーカー多い方少ねえ方少ねえやな。だって丸かご3分の1言うたらもっとおるもんな。まだ下り潮が残ってますので、潮なり漕ぐために元の場所へ帰ります。昨日はもう少し多かったらしいですけど、一番網はハモが全部で12匹でした。元のところへ帰ってる時もですね、ボケボケはしておれませんよ。段取りしながら帰ります。明るいうちは入らないんですけど、十数本いたんじゃないでしょうかね、一番網に。
一度沖へ出ると時間との戦いですから、網をつけてから魚を寄ります。そして投稿する時の帽子はもちろんこれ欠かせません。めっちゃうまそうです。これがオスでこれがメスです。これがチームだな。ちょっと我ながら立ち上がった時がもはやもう年寄りの格好ですね。腰が痛くてもお手伝い終了。おー、イカすごい。これはうまそう。このまま丼にしてサクサクっといきたいですけど、まあ目が邪魔か。ちょっと少なめだそうです。9時過ぎに2番網を上げます。巻きます。今回も1時間ちょっと漕いでます。先ほどと同じコース、同じ方向に漕いでおります。日が暮れたのでさっきよりは葉も多いんじゃないでしょうかね。お、タイがカマス珍しい。なんと意外に葉も少ないですね。これはちょっとやばいのかという気がこの時してきてます。一番雨より少ねえの。バップロに何個か4つ、下袋4つ、あとはタイ。昔はカマスめっちゃいましたけどね、なんか久しぶりに見ましたね。上袋です。葉もいるでしょうか。おらん、ほんまにおらん、少ない。ほんまにおらん。そうな。海進丸帽子が いけんかったかな。やっぱり海進丸帽子便利ですよ。こういう時ね、帽子のせいにできるんです。うわ、エビおるんじゃない。エビやっぱり。今度は日が暮れましたので、ベイカーは全くいませんけど、エビがたくさん入ってますね。2、3、4、11、12、リリースサイズ12と4で16本。今のところ昨日よりは少ないそうです。次の網から潮が返します。上り返しです。なので今度は反対方向に向けて漕ぎます。この場所だといっぱい道より3時間くらい前に潮が返します。漁場によって返す時間は違います。現地で来たらトレーニングで海進丸の帽子この帽子でしょ。このエビの中からですね、自分たちがガラエビと呼んでいるエビだけ寄っていきます。大きいのは相場がしますからね、小さいのとはもう全然違います。大きいのだけ抜いていきます。洗い人もで、ここで10時51分になりました。ここで3番網を巻きます。11時前です。ちゃこちゃここでこれ見よらにいけん。でも一応見よるな。葉も遠くの方だけど。車エビもうこれ噛まれたら大変です。先に回収しとかないと。でっかっでっかっ。それよりもハモを数えないといけません。1、2、どうですか。これ結構いるんじゃないでしょうか。3番目は上り返しだったんですけどね、ハモはなんか上りの方がよく入るらしいんで結構入ってましたね。16やった。16下袋16です。3番網の上袋です。おー、見えてますね。ハモお
結構いるんじゃないですかこれ。おお、エビすげえ。大丈夫。では上袋を数えてみましょう。2、3、15やんな。31。31、全部で31。3番目は31でした。これでも昨日よりは少ないそうです。そして夜中過ぎに4番網が上がってきてます。この潮からですね、完全に上り潮に行ってますんで、浜が期待できると思います。上袋なんか結構見えてますけど、まずは下袋から。おー、さっきの網よりは絶対に多いでしょうねこれ。うじゃうじゃいるとる。うわすごい。うわすっご。深まで見えてます。しかもサイズがいい。サイズがいい、本当にこれは。1、2。下袋でこれはすごいんじゃないでしょうか。大蛇も見えてますし、中型が一番いいんですけど、大蛇は目方を稼いでくれてますんでね、大蛇も大歓迎です。25、26。下袋だけで26。下袋だけで26、絶好調じゃないですか。ドロイド帽子に負けてませんよこれは。さて下袋です。今下袋ですって自分言いましたけど、もちろんこれは上袋です。間違いです。うわすごっ、すごい。これはもうハモの方もノリノリですね。ローリングサンズアタックです。それだけでは許してくれません。なんと新品のズボンにまで。1、2、3。なんせ京都大阪へ遅れてますんでですね、相場が違いますので、これだけいったらすごいことです。300g 以下をリリースしながら次から次へと拾っていきます。29、30、39本と26本。65本でした。この網は1番65本。新小木ではちょっと考えられない数です。キスも1番にこれだけ入ってます。でガラエビもこれだけ酔ったやつ、台がこれだけ入ってます。もう上り潮行き出して絶好調ですねこれは。2時半にラストの網5番網を巻き巻きです。自分もハモを見に行っております。最後なので天秤側も片付けてます。さてこれはどこにいたでしょう。網の途中に引っかかってたんです。よくあることです。あるあるです。クラゲが入ってますね。おお、でもおる。お、横筋笛だ。美味な横筋笛だが油が上質で炙って食うと最高に美味しいですね。あれ2、3。12でっかい。でっか大じゃん。13、サイズがでかい。うお、怖い。16。下袋は11でした。さっきよりは少なかったですね。ユリで網が膨らんでます。しかしこちらのユリでパンパンの上袋に期待したいと思います。今ユリ抜き中です。こうやってユリを抜いていきます。一晩中頑張りましたんでですね、これが本当のラストの最後の網です。いやどうですかね、これすごいんじゃないでしょうか。おるな。でもこれは
重そう。いや、これはおるな。なんともうハモがつらな状態ですね。これは複数ローリングサンダーアタックです。このラストが今日一のみたいなことは間違いありません。これはさて何匹いるんでしょうか。これはすげえ。いくらいるんでしょうか。123。いや、ハモだらけ、しかも全部いいサイズ。去年連れて行ってくれた心臓船の船長もそうですけど、ラストを見せてくれます。これまたつらら状態、すごいすごいですね。もうめっちゃおりますね。これは31。まだこれだけでは終わりませんよ。こちらにもまだ残っております。44、45、46。1匹おったら47。上袋は今日最高の全部で47でした。全部で64匹。ラストは全部で64匹でした。最後の2番で129匹です。素晴らしい。全部で150ちょっとでした。今日はトータル。では最後、車庫を寄りながら寄島に向けて帰りたいと思います。ちなみにここが我々が行ける範囲の一番深いところです。47メーターあります。そして朝4時に港に無事に2人とも帰りました。しかも大量のおまけ付きでした。実は国家が一番大変なんですよね。最後の片付けから魚売るって終わるまでがもう一番しんどいですね。ここで最後の体力を全部使い果たしてしまいます。何本針玉やったの？大針玉。このずっしりした家で10個針玉すごいんじゃないですか。もちろん全部いっぺんには持っていけませんので、半分ずつ持っていきます。ハモはかりの達人になったんですね。まだまだ3歳でしょ。寄島ではですね、これからかなり小分けに分けてね、目方別にかなり小分けに分けられます。そして冷水槽で1日か2日泳がすんかな、多分泳がすと思うんですけど、冷水槽で泳がしてますから、ストレスを抜いてから出荷するようです。でこちらはですね、昼の人が取ってきたこっちです。こちらは東京駅です。でサモは直売所に出す分は組合長がさばいて直売所へ出して売っています。ハモはですね、ここ3年のうちでは多分今年が一番多かったんじゃないかと思います。ただこの後雨が降りましてですね、川から大量に水が出て、海が真っ茶色になるぐらい川から水が出たんですよね。その後さっぱりいなくなりました。また来年に期待したいです。ご視聴ありがとうございました。